ニコン Z52 でスナップ対決 DX24mmF1.7 vs パンケーキ 26mmF2.8。 はい、皆さんこんにちは、ながチャンネルです。APS-C ミラーレス Z52 で気軽にスナップ撮影するのに最適なレンズ選びをします。スナップにはコンパクトな単焦点レンズがいいと思います。ニコンの DX 用単焦点レンズはニッコール ZDX24mmF1.7 と10月31日に発売になったマイクロレンズニッコール ZDX-MC35mmF1.7 です。DX24mm の全長は 40mm で DX-MC35mm の全長は 72mm なので DX24mm が第一候補です。ニコン純正で全長が最も短い単焦点レンズは FX 用のニッコール Z26mmF2.8 の全長 23.5mm なのでこれが第二候補です。神社巡りをしながら2本のレンズを使って取り比べてみます。それでは Let's get started! ながチャンネル。1、鳥居門。参道の途中に踏切がある武蔵国府八幡宮です。鳥居にかかっているしでにピントを合わせ、奥の門は緩くぼかそうと思いました。左が 24mm 開放 F1.7、右が 26mm 開放 F2.8 です。24mm と 26mm という焦点距離の違いですが、広角レンズだと 2mm の違いはパースの付き方などかなり異なりますが、フルサイズ換算 36mm と 39mm だと 1,2 歩前後に動くだけで構図にはほとんど影響がありませんでした。ピント面はどちらもよく改造しています。ボケは F 値の差よりも焦点距離の差が出たようで、26mm の F2.8 の方がボケが大きいです。左上が 24mmF1.7、左下が 24mmF2.8、右上が 26mmF2.8、右下が 26mmF4 です。わずかな違いですが、同じ F2.8 でも 24mm の方が 26mm よりもボケが少ないです。菊花門の門長を主題にし、鳥居を額縁にして撮る構図の方が良かったかなと思いました。2、紅葉。神門をくぐって中に入ると、手水舎の上にきれいなもみじの枝が伸びていました。暗い境内の中で強い逆光で光っている紅葉を撮りました。左上が 24mmF1.7、左下が 24mmF2.8、右上が 26mmF2.8、右下が 26mmF4 です。24mm の絞り開放 F1.7 は
シアンのフリンジが強く出ています。絞って F2.8 にすればフリンジは出なくなります。26ミリはパープルフリンジが少し出ています。こちらも F4 まで絞ればフリンジは出ません。JPEG 取って出しでは26ミリのもみじの色の方が濃くていい感じです。長チャンネル。3、シデと拝殿。3の鳥居から拝殿を眺める構図です。鳥居のシデの方にピントを合わせ、拝殿や狛犬の方を少しぼかしてみました。左上が 24mmF1.7、左下が 24mmF2.8、右上が 26mmF2.8、右下が 26mmF4 です。4枚ともフォーカスポイントにきっちりピントが来ています。両方のレンズとも少し絞ると解像感が増します。ここは普通に一番ボケが大きい F1.7 がいいようです。4、社殿とイチョウ。天神坂の脇の石段を登ると日吉神社があります。社殿とイチョウにピントを合わせて鳥居を少しぼかしたいと思いました。左上が 24mmF1.7、左下が 24mmF2.8、右上が 26mmF2.8、右下が 26mmF4 です。社殿の解像感は4枚ともいいです。イチョウまでくっきりと映ったのは絞った F4 でした。鳥居はほとんどボケませんでしたが、F1.7 だけ神額がボケてくれました。取り比べてみて分かったのは、意外とパンケーキレンズ 26mmF2.8 の光学性能が高いということです。そうなると 24mmF1.7 の出番がなくなりそうですが、やはりいざという時に F1.7 で撮れるというアドバンテージは大きいです。DX24mmF1.7 の絞り開放 F1.7 でスナップした写真を紹介します。日吉神社に向かう石段にひっそりと赤く色づいた葉がありました。ピント面からなだらかにボケてくれたので、主題の赤い葉が引き立ちました。住宅街の赤く紅葉した垣根の一部分だけに強い日差しが当たっていました。ちょうど日の差している部分だけにピント面が来ました。お店のショーウィンドウになっている壁です。枝の部分にシアンのフリンジが出ています。丸窓以外を緩くぼかすことができました。次回の動画までぜひチャンネル登録をしてお待ちください。ご視聴ありがとうございました。